やっほー、みんな夏休み楽しんでる？もう夏真っ盛りということで、お祭りとかレジャーとかイベント盛りだくさんといった具合だと思いますが、こちらもですね、夏ならではの企画をやっていきたいと思います。題して夏休み特別企画、時計好きにしか通じない高級時計あるある合成というわけで始まりましたけれども、実はですね、ショートの方で時計あるあるをいくつか投稿しようと思ってネタを溜め込んでいたんですが、なかなか放出する機会がなくてネタだけが残ってしまったんですよね。で、せっかくなので消化していきたいと思ってしまった次第ですね。あるあるに関してはいろいろ考えたんですけど、その中でも厳選した5ネタを披露してみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。高級時計あるある。時計の使用シーン細分化しがち。時計にそんな興味ない人は時計なんて1本あれば十分でしょ、むしろ携帯でよくねっていう方が多いと思いますが、時計にはまっていくとそうならないんですよね。最初は1本いいの買おうから始まって、そこからオンとオフ分けたいとなって、さらにかっちりスーツの時とジャケパンの時で分けたり、よりスポーティーなシーンに合うようなものみたいになったりして、どんどん細分化されていきますよね。これは時計に詳しくなるにつれて、時計とかファッションに関する解像度が上がっていって、そのシーンにぴったりくる時計をつけていたいって思うようになるからなのか、ただ新たに時計を買う理由を探しているからなのか、どちらなんでしょうか。私は後者だと思っていますが。高級時計あるある。でも結局使う時計偏りがち。さっきの細分化と逆のことを言っているようですが、いろいろと使うシーンを考えて時計を増やしていっても、結局使う時計って使いやすくてつけ心地のいいやつばっかり使っちゃいますよね。手巻きが好きだけど巻くのが億劫で自動巻きのやつ使っちゃうとか、革ベルトが好きだけど夏使いづらくてブレスレットのもの使っちゃうとか、ドレスウォッチが好きだけどカジュアルな時使いづらいからオンオフどっちもいけるやつ使っちゃうとかですね。私の場合はというと、サントスが使いやすすぎて使用頻度がえぐいことになってますね。休みなしで何連勤してるんだっていうくらいのブラックっぷりですねガチで宝を持ち腐れてますね。いや、まあでも他の時計も要所要所で活躍してますからね。しかしですね、だからこそ思うのは、人それぞれ時計の好みはあるにしろ、ラグスポみたいな時計を買うのがいいんだろうと思いますね。結局そういう時計の使用頻度が高くなるので、もっと言うとたくさん買う必要はなくて、少数精鋭でいかないといけないってこともありますね。そこのところ、時計が欲しいっていう欲望に抗っていかなければいけないですね。高級時計あるある。つり革を左手で持ちがち。これはいわゆるつり革バトルですよね。正直周りの乗客の人にどれくらいこの気持ちが通じているのか分かりませんが、やっちゃいますよね。むしろ誰も気にしてないんじゃないかと思っていますが、やっちゃいますよね。ただですね、私は思うんですが、左手でつり革を持つっていう電車におけるごくごく自然な動作の中にどやり要素をぶっ込んでいるっていうのがめちゃくちゃ芸術点高いですよね。ちなみにですけど、ロレックスとかゴールドの時計とか、時計に詳しくない人でも高い時計だって分かりやすいものをつけてやるよりか、レベルソみたいなマイナーだけど名門のものをつけてひっそりとどやるのが奥ゆかしくて、より高得点なんじゃないかと思いますね。とはいえ電車に乗ってる時って手持ち無沙汰だったりするんで、みんなどんな時計つけてるのかなって気になって見ちゃいますよね。これではつり革どやらの思うツボですね。高級時計あるある。運転席で写真撮りがち。私よくインスタで時計の写真を見ちゃうんですけど、よく運転席におけるリストショット見かけるんですよね。時計好きの方って車も好きっていう方が多いと思うんで、好きな車の運転席で好きな時計の写真を撮るっていうこの両取りですよね。それでよく見かけるのがやっぱり外車ですよね。ポルシェとかフェラーリとか、そういう高級車に高級時計のセット。私は車のことは全然詳しくないのであんまりピンときませんが、ベンツにロレックスっていう組み合わせが2大メジャーブランドみたいな感じがして親和性が高いように思いますね。とはいえですね、インスタのリストショットって公式の画像と違ってリアリティがあるから結構好きなんですよね。しかも普段なかなか見ないようなモデルなんかもあって、見ているとついつい時間が過ぎてしまいますね。高級時計あるある。時計買うためにもやし食いがち。あるある。いや、これは私だけですねはい。
まあそれはともかくとして、やっぱり無理して時計買ってはいけないっていう教訓ですね。これは機械式時計なんかは維持するのにもお金がかかりますからね。あくまでも趣味の範囲といいますか、そういうところで留めておくべきだと思いますね。時計を買っても買われるなみたいなことですね。ということで、高級時計あるあるいかがだったでしょうか。時計好きにしか通じないってことで、数あるあるあるネタの中でもニッチなやつを選抜してみました。私としては共感してくれる人がいてくれると嬉しいですね。はい、それでは今日はこの辺で。僕から以上。この前ウェブクロノスの記事を見たんですけど、カミユ・フォルネのアジアパシフィック CEO の方のインタビューの記事が載っていまして、それでちょっと驚いちゃったことがあるんですが、記事の最後に彼が最終的に目指すのはカミユ・フォルネがかつての立ち位置を取り戻すことだって書いてあって、その続きで CEO の方がですね、こんなことを言っていたんですね。カミユ・フォルネといえば15年前は革ベルトのキングであり、本当に輝いていた。私はそれを取り戻したいのです。ってなっちゃいまして、私の中では革ベルトといえばカミユ・フォルネだったんで、今ってキングじゃないんですね。これは知りませんでしたね。ってなると、今のキングオブ革ベルトってどこなんでしょうか。 JC ペランとかジャンルソーあたりなんでしょうかね。有識者の方にぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。はい、それでは。